清姫。安珍の姿が瞳に映り込んだ瞬間、体に稲妻がほとばしり、時が止まった。そして清姫の瞳には安珍の姿しか映らなくなった。安珍は若く美しい顔立ちの僧で、奥州から熊野詣の道中、宿に立ち寄っていた。宿の娘清姫はこの安珍を一目見るなり心を奪われ、その美しい僧の身の回りの世話を海外しく焼いていた。安珍が疲れ切った体を横たえ床につくと、清姫はその安珍の寝床に潜り込んだ。安珍様、このようにここで出会ったのも前世からの何かのご縁。どうかこのまま私とここで添い遂げてください。驚いた安珍は布団から飛び出した。私は修行の身、添い遂げることはおろか、触れることも叶いません。しかし清姫は諦めず、なおも強引に迫ってきた。困り果てた安珍は、あと2日、いや3日お待ちください。無事、熊野に詣でましたら、帰る際には必ず立ち寄ります。それまでどうかお待ちください。そう言うと、清姫もそれを受け入れ、前世からのご縁です。必ずお待ちしておりますよ。と、安珍を送り出した。そして安珍に恋焦がれ、熊野詣の帰りを待ち続けた。しかし2日経っても3日経っても安珍は現れなかった。行き交う人々は皆知らない顔ばかり。そうして時間だけが過ぎてゆき、もう日も傾き始めていた。清姫は往来の旅人に、このような僧に会いませんでしたかと尋ねた。旅人は答えた。そのような人であれば、はるか先で見ましたよ。清姫はそれを聞くや否や、騙したな。この命が続く限り、必ず捕まえてやる。と鳥のように叫び、飛ぶように走り始めた。道行く人々は清姫のただならぬ形相に驚愕し、蔑むような目で見ていたが、清姫は脇目も振らず走りに走った。そしてついに清姫の瞳は若く美しい僧の影を捉えた。待て。安珍は恐ろしい形相で追いかけてくる清姫を見るなり、人違いです、人違いです、と叫び逃げ出した。清姫は、己逃がしてなるものか。と悲痛の叫びを上げ、安珍を追ってくる。安珍は経を唱えながら死に物狂いで逃げた。日高川まで来ると、安珍は船に飛び乗り川を渡った。そして渡し森に、こ
このようなものが追ってくる。絶対に船に乗せないように。と申しつけた。間もなく清姫は日高川にやってきたが、私森は船に乗せなかった。清姫は怒り狂った。その怒りは清姫を恐ろしい蛇の姿に変え、蛇女と化した清姫は体をうねらせ、川を渡り、なおも安珍の後を追った。安珍は紀州の道成寺に逃げ込み、僧たちに事の顛末を話すと、道成寺の僧たちは安珍を憐れみ、大金を下ろして安珍をその中に入れ、お堂にかくまってくれた。間もなく清姫がその体をうねらせながら道成寺までやってくると、お堂の周りをずるずると回り、尾で戸を叩き破って中に入り、鐘に巻きついて竜頭をくわえ、その鐘を尾で何度も叩いた。鐘は凄まじい音を響かせ、火炎に包まれて燃え上がった。道成寺の僧たちはその恐ろしい光景をただ息を飲んだまま、なすすべもなく見守っていた。蛇女と化した清姫の瞳は愛おしそうに、いや恨めしそうにさまざまな感情を浮かばせ、しばらくの間その鐘を抱いていたが、その瞳から血の涙があふれ出すと、頭を高く掲げ、ずるずると元来たところに帰っていった。僧たちはいまだ火炎に包まれた鐘に水をかけ、その鐘を取り除いた。中には恐怖に怯えた亡骸が灰のようになり転がっていた。目も当てられぬありさまで、僧たちの憐れみの涙は止まらなかった。そして清姫はというと、西の入り江で身を投げ、命を終わらせたということだった。その後数日が経ったある日、道成寺の老僧の夢に2匹の蛇が現れた。その2匹の蛇は安珍と清姫の生まれ変わりで、来世で成仏できるようにお経を唱えて供養してほしいと訴えた。老僧は二人を憐れみ、目を覚ますとすぐにお経を唱え供養した。すると再び老僧は夢を見た。今度は清らかな衣をまとった二人が現れ、邪道を離れて天に生まれ変わることができましたと告げると、それぞれ分かれて空高く昇り消えていった。
僧たちはお経を唱え続けた。この安珍と清姫は神仏の化身だったとも言われ、この物語を見る人が妬みの心を忘れ、慈悲の心を起こしたならば、神仏の恵みがあると言われている。